世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は日本に緑が多いことが不思議な外国人に関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。自然豊かな国として知られる日本。山々に囲まれた地方はもちろん、大都市でも少し離れるだけで木々が生い茂る森林がたくさん見られますよね。日本は世界有数の人口密度にもかかわらず、森林が国土の 66% を占めています。これは先進国の中ではフィンランド、スウェーデンに次ぐ第3位の割合となり、まさに森に覆われた国なのです。世界的に見ても森林の多い理由は、4世紀も前から繰り返し行われていた森林政策のため、住居や寺院、仏像などあらゆるものを木材で作っていた時代、大量に必要となる木の乱伐が続けられていました。森林破壊が続いたことで、江戸時代には禿山が生じ、木材不足のみならず河川氾濫や台風被害など最悪も発生してしまう状況に。こうした事態を受け、危機感を持った江戸幕府は本格的な森林の保全に乗り出しました。伐採を厳しく制限し、植樹や造林を進めていった結果、日本列島の森林は徐々に回復していきました。しかし、第二次世界大戦中、大量の木材や木炭が必要となり、再び大量伐採が行われることに。戦争が終わる頃には、再び禿山と化していました。そうなると大洪水などの災害も発生してしまったため、再び森林保全政策が行われることになりました。この時植えられたのが杉やヒノキなど成長の早い針葉樹林。当時安価で建築用材として人気のあったこれらの木々の人工林が大量にできていきました。しかしその後、外国産の木材の輸入が自由化されると、より低価格な輸入木材の需要が高まり、日本の森林資材は次第に価値を失っていくことに。そうして長年放置された森林は健全に保つための手入れが行われず、荒廃した状態で現在も残っているのです。つまり日本の森林がこれほど多い理由は、植えすぎた木々を利用せずに放置した結果というわけです。この日本の森林状況に対して海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。日本は木材を輸入してるから決してエコではないよ。第二次世界大戦で日本の森林が守られたのは、中国や台湾で良質な木材を得ていたからだ。同感。かつては台湾でも林業が盛んだった。でも先の大戦が終わる頃にはほとんど木が残ってなくて、今は厳格な規制がされてる。どうせ輸入に頼ってるからでしょ。たくさんあるんだから自分の国の木を切ればいいのに。建築には輸入木材を使っといて自然豊かな国って言われてもね。4世紀前の時点で森林を守らなければと考えたのか。日本すごいな。そうしないと数年で森林が消えてしまいかねなかったからね。日本は鎖国の時代もあったわけだし、あらゆるものに木を使っているから、壮大な建物も釘を使わず木を組み合わせるだけで作っちゃうんだもん。アイルランドの森林伐採がいかにひどかったか思い出されるね。未だにあの国は現状回復できてないからな。日本の山には優美な獅子神様っていう神様がいるんだ。だから森が豊かなんだよ。トトロっていう大きなやつもいるよね。どちらも森の守り神。日本に緑が多いのは地形も関係があるはず。どうして東京があんな大都市になったかよくわかる。山岳地帯の森林だけ残ってるってことは、東京が一番大きい平野だったんだろうね。山岳地帯には住めないことがほとんどだもんね。東京で満員電車に押し込められてるのはこのせい。日本の人口密度が高すぎるのは、数世紀前から人口を集中させる選択をしたからなのかな。まあ、ある意味納得だよね。人口が都市部に集中してるから、樹木も育つスペースがある。日本は逆に木材を輸出すればいいのに。
緊急時に備えてるんじゃない？それか輸出のコストが莫大か。それが原因でまたハゲ山になったら意味ないしね。日本は他国の森林を伐採するより自分のとこの木を切り倒した方がいいんじゃないの？せっかく自国にいい素材があるのにね。まあ安い方に行ってしまうのもわかるけどね。人口の多い国だし必要な木材も多いだろうから。以上が海外の人々の反応でした。古くから森林保全や輸入木材の影響が大きく、その利用価値がなくなってしまった国産の樹木。戦後植えられた木々は現在使用可能な成長を遂げており、まさに使い時。現在はこれらを活用するよう様々な取り組みが行われています。政府が木遣い運動と銘打って木材の使用を推進しているほか、自治体レベルでも公共施設などに木材を積極的に使用。また、間伐材を利用した割り箸やコピー用紙、トイレットペーパーなど身近なものへの活用も進められています。日本では多すぎる森林が問題となっていますが、世界的に見れば森林伐採が深刻な状況です。1990年、世界には41億2800万ヘクタールの森林面積がありましたが、2015年には39億9900万ヘクタールまで森林面積は減少。25年間で1億2900万ヘクタールもの森林がなくなっているという事態に陥っています。では、具体的には世界各地でどのような状況になっているのか。ここからは地域別の森林問題について見ていきましょう。急速に人口が増加しているアフリカでは、食料確保のために森林伐採が行われています。熱帯地帯の土壌は酸性のため、作物が育ちにくい地域。そのため、主に行われている方法が焼け畑農業です。森林や草原を刈り払い、草木を燃やしてから耕作する農業の手法で、数年間作付けした後に別の土地に移動して、また耕作を繰り返します。本来であれば、土地が回復してから再び利用するという手法のため、森林破壊にはつながらないはず。しかし、深刻な食料不足を補うために、土地の再生を待たずに耕作してしまう状況が続き、徐々に土壌の栄養が失われ、砂漠と化してしまっているのです。土地の保水力が失われ、土が流されてしまう水食という現象により発生する砂漠化ですが、一度砂漠化してしまうと、再び緑を取り戻すのは至難の業。ハイペースで伐採が行われ、焼け畑農業も進められているアフリカは、砂漠化の進行も懸念されています。オーストラリアやブラジルで深刻な問題となっているのが森林火災。2019年に発生したオーストラリアの森林火災では、約半年間も燃え続け、オーストラリア史上最悪の森林火災となってしまいました。数万人規模の住民避難を余儀なくされ、一部の野生動物は完全に死滅したとの調査結果もあり、その被害状況は日本でも話題に。ブラジルを中心とするアマゾン川流域も同様で、ヨーロッパ宇宙機関によると、2019年8月1日から24日にかけて4000近い火災があったと報告されています。非常に大規模な火災も発生しており、先住民族への直接被害や大量の一酸化炭素や窒素酸化物などの排出による深刻な健康被害も懸念されています。どちらの国も固有の動植物が多い貴重な自然が残る世界有数地域のため、絶滅危惧種や生態系のバランスなども大きな問題となっています。東南アジアの発展途上国では、木材の過剰な輸出や違法伐採などにより森林破壊が進んでいます。また、主にインドネシアで行われているパーム油製造というものがあるのですが、アブラヤシという樹木の実から絞り取れる植物油で、食品油としてマーガリンや揚げ油、アイスクリームなど様々な食品に用いられている油の製造のこと。パーム油はインドネシアの輸出産業として重要な役割を担っているため、すぐにやめることもできず、難しい問題となっています。世界各地で深刻な問題となっている森林減少、その保全のために世界各国で様々な取り組みが行われています。
現在進行している森林減少を抑制するために、国連森林フォーラムが各国の連携を可能にするため、国際的な対話の場が設けられています。日本も国際機構を通じて、発展途上国への支援を行うなど、世界の問題として活動が進められています。そんな中、現在世界でも注目されている植林方法が日本人により開発されました。それが宮脇方式と呼ばれる植樹方法。日本の植物生態学者である宮脇明氏が考案したもので、ミニ森林プロジェクトと言われています。その土地の在来種の樹木を複数種類隣接して植えるという手法で、3年間の手入れの後は自然に任せるのだそう。密接して植えられた木々は争うように太陽の光を求めるため、短期間で成長。なんと従来の方法の10倍もの速さで成長するんだとか。さらに30倍の密度と100倍の生物多様性を持つとされ、単一の植物で構成された植林地よりも40倍の二酸化炭素を吸収するという研究結果も。宮脇式は狭い土地でも利用できるため、フランスやイギリスなどのヨーロッパの国々やインドやパキスタンなどでも導入されています。主に都市部での小スペースを活用したミニ森林ですが、森林減少を食い止める一歩になるかもしれません。世界の状況と少し違った問題が起こっている日本の森林問題。国産の企業をうまく活用し、輸入木材が減少すれば、ほんのわずかでも世界の森林保全に貢献できるかもですね。国産の木材を使用した商品を購入するなど、私たちができることもたくさんあります。地球全体で緑が増えるよう、小さなことから取り組んでいくことが大切だと思います。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションは白鳥さんがお送りいたしました。